こんにちは。こんにちは。指導会 YouTube チャンネルにお越しいただきありがとうございます。前回に引き続き井上先生に登場していただいて、今回は組手のレベルアップにつながるような発信をお願いしたいなと思っております。内容としてはこれから詳しく教えていただくんですけど、一時的なテクニックとか技術というよりは本質的に長く取り組むことで成果が得られるような内容を教えていただけると思いますので、僕と一緒に取り組んで実践するメンバー3人でちょっと取り組んでいきたいと思いますので、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ですね、最初踏手もいろんな大事なことすごくたくさんあるんですが、まずはちょっと自分自身でできること、すごく上手な選手でも勝ってるか負けてるかね、強いか弱いかは別にして、強い人でもこういう部分って意外ときっちりできてないなっていうところがすごくあることがあるので、本当に一番最初の姿勢や目つけ、それから構え、この辺りで、その後分速ステップだとか間合いっていうところ、まずは一番もう順番通り最初から、みんな姿勢って、ね、分かってると思うんだけど、自分じゃなかなか分かんないのね。自分で姿勢がいいつもりでも悪いぞって言われたら素直にこう一番いい状態でまずできないとダメだと思います。っていうのは止まって戦うことはほぼないので、姿勢がこう悪い状態で、止まってる時は安定してるんだけど、動こうとすると歪みが出たりとか、特に股関節って絶対柔らかくつかないといけないのに、姿勢が悪い状態、こう力が抜くと必ずバランスって後ろに崩れちゃう。だから姿勢悪い人はもう一回見てる感じだとこう上にこう跳ねがち。これなぜかというと股関節抜いちゃうとバランス崩れる。どうしても柔らかく使えないです。なんで姿勢が最初にしっかりできてないといけないです。もう基本の最初からこういうところからしっかりできていればいいのかなと。で、実際組手で戦ってる時です。勝負始めたら姿勢良くしなきゃ、姿勢気をつけなきゃ、こうやってる余裕ってないじゃない。そうですね。そう、もうだから戦う時にある程度の状態ができてないと思うんだよね。なのでいつも言われる人は組手で直すというよりもその前段階、本当に基本からある程度自然にできた状態で初めてこれができるので、まず姿勢からちょっといきましょう。ちょっと横に並んでください。必ず試合の前にこの用意の状態が入るので、ちょっと自然に用意をしていただいたら、寸骨の状態が悪いとなっちゃいます。で、ここで股関節曲げてください。ここ絶対後ろに行くでしょ。極端に言うとこんな状態で戦ってたら、みんなこう上に行くようにから目つけ、意外と目つけ、目が一番ね、一眼ミスを参加し、大事だって知ってるんだけど、本当にしっかり相手見てるから、結構微妙な人が多いですね。これはもう本当に単純な顔の向きを少し上に上げてください。顔上だなって分かる。で、ちょっと下に下げてください。下だなって分かる。この間に多分ちょうどよくまっすぐ見てる方だったので、なんとなくでいいんで、今のところでちょうどよくまっすぐだなってところをちょっと探してみて。そうすると、横の視野がちょっと広がるのが分かります。はい。そうね、そうそう。一番まっすぐ見れてると、結構見える範囲が若干広くなる。この状態がまっすぐ。で、これがやっぱり常に同じ状態。これが硬い間で。姿勢と目つけってのはセットだと思う。姿勢が悪い人で目つけめっちゃいいって人います。いや、多分いないです。姿勢めっちゃ悪いのに目つけめちゃくちゃいいなって多分無理でしょ。なので姿勢と目つけはセットだと思う。で、姿勢をしっかりしたら、さっき言ったようにちょうどまっすぐ、なんとなくでいいですよね。さっきの測ると大体まっすぐ見れてると、なんとなく横のチェアが少し広がってると思います。それから体の状態、産地にプラス、これが抜けてると動き出したらすごく絡みやすい。ちょっとお腹の力を抜いてこう動いてる。歪みやすい。これって戦ってる時に今崩れやすい。なのでちょっと、簡単に言うたら帯をグッとお腹でこう押してください。この状態でちょっとこう体がこうアルベールに構えなんですよ。これいろんな構えがあって大原則として大事なので、一つはどういう意識で構えてるか。で、これはちょっと戦ってるつもりで構えない。すごくこれも楽で、自分が構えやすい構えか、これすごく楽なんだけど、相手も楽でしょ。こういう構えそんなに怖くない。この周りでも結構楽じゃない。だけど自分はちょっと窮屈だけど、相手が困る。さっきは楽でしょ。こっちもで自分も楽だけど相手もで、自分はちょっときついけど、こうやられてると相手はちょっと困る。そうでどっちがいいの？自分が楽な方がいいの
か強い構えどっちがいい？強い方がいいと。そうなんだけど、大体みんな一番自分が構えやすい楽な構えで構えるんです。しっかり相手が困るように自分が一番強い状態を作れるように構えるかなと思います。もう一個意識のとしては、空手の場合はこの両手は攻撃の手段だったり防御の手段だったりするので、前の手は別にここでもここでもここでもいいんだけど、こうなってると防御できない。こうなってると防御はできるんだけど、今度攻撃できないからね。後ろの手もそうね。ここでもこうでもこうでもこうでも多分こうなってると攻撃できない。遅いよ。で、こうなってると防御はできるんだけど、もうついちゃってるからつけない。なので、両方の手はいつでも攻撃ができます。何かあったら、ね、反応できますっていう状態にまずなってない。前の手がちょっとこう正中に置いてください。これはこういう構えで一つあるんだけど、すごくは弱いです。こういうふうに入られやすいし、まず簡単に言うと、こういう状態取られるともう何もできないみたいな。攻撃もできないし、後ろもちょっとつきにくいし、よく見てみて、こういう相手に対して必ずもうこういうふうに入っちゃいます。だから、あとはいくらでも必ず体側に置きましょう。基本は大体肩の高さで、これは当然相手によって違ってくるね。相手低ければ、中段が弱くなったら下げてもいいし、すごく大きい相手に対してね、これはただここの基準は一緒です。後ろの手は結構ね、こう適当な人が強い人でもね、もったいないなと思う。やっぱりここからつくよりもここからついた方が早いよね。で後ろの手の場合は、上段にもつくし中段にもつくんで、得意技にもよるんだけど、絶対これはないよね。なので中段に対して向けるか上に若干向けてもいいです。であんまりこう向いてると今度中段につきにくいんで、やっぱり中段にも上段にもつける状態。自分の生徒なんかもそうなんですけど、後ろの手がこう離れてる人が結構多い。そこはもったいないです。やっぱり体が動くと一瞬こう遅れていくんで、今だってる時にどうしてもワンテンポ遅くなっちゃう。なので脇にこう軽くつけときましょう。で最後のこの構え主、これちょっとあんまり持ってる人いないかな。戦ってるつもりでその場でこう構えてみたいで、今のこの状態でね、ちょっと変える。やりにくくない。で何変えたかっていうと、ちょっと意識変えたのは、体の前にバーンってこう置くっていうよりも、これやっぱり縦にもなるので、自分の、ね、縦の後ろにグッとこう隠すように。こうするとちょっと周り遠くな感じするでしょ、邪魔になるっていう。それがただこうやって持ってるだけだとあんまりほら怖くないでしょ。隙が大きいように見えますね。だから常に自分のところを守っていくようになるべく邪魔しておく。でこれははっきり言って鏡を見れば分かる。あ、ダメだ、姿勢はいい。あ、変ですね。鏡を見れば分かることなんで、これは自分でしっかり直すということです。注意されたら多分ほとんどの人は分かると思うんだけど、戦ってる時に自然とこうなってないといけないと思うので、自然とこうなっちゃう人、これはもう組み手の前に直しておかないといけないので、例えば試合だったら用意して、この時点で姿勢でしょ、で目付けでしょ、で腹圧でしょ、で構えるでしょ。でそこから今度は、移動、ステップね、移動があって、で間合いが発生するね。でここで今チャンスかな、今いけるなっていう時に初めて技をする。でこれを順番をすっ飛ばして勝負始め技って言うから相手に決まらないですごく実力差があればこれ適当でも決まるけど、そうじゃない相手に全部すっ飛ばして技出したら決まる？多分決まらないでしょ。そうそう。で負けてるとそれ忘れて焦っちゃう。もう構えまではやっぱり自分でもうある程度これはもう見れば分かることなので、どんな構えでも形は別に多少変わっててもいいんですけど、やっぱり先生に言うね、それぞれの道場先生に言われてる通りにまずしっかり直すだけでスピードが上がるし、距離も長くなるし、隙も少なくなるし、いいことしかない。で技の練習でスピードを上げようっていうよりも、うちの考えとしてはまず順番通りしっかりやっていって、課題がある場所を直す。それだけで無駄って少なくなるし、スピードも距離も出てくるかなって。この辺がどうしてもみんなすっ飛ばして技を決めようってなるので、もう一回基本に立ち返って、これ上級者でも同じですね。本当に一番いい体の状態で構えてれば、もっと移動も速くなるし、無駄もなくなるし、隙も少なくなるし、単純にこれだけで強くなるかなっていう思います。で、これがあって、じゃあ今度どうやって間合いを詰めますか、崩しますか、技を決めますかっていうね、課題に入ってくるんで、なんか伸び悩んでる人とかがい
いるんだけど、もう一回こういうところに立ち返ると意外と簡単に解決したりするかなっていうふうに思っています。用意したら、ここで、はい、姿勢をしっかり意識して、はい、目付けも一番まっすぐ見える状態、はい、構えて、構えたら、上手だから、若干こういうふうになりやすい。はい、そうですね。だから、もうちょいこういう感じで。はい。まず前の手で、いつでも攻撃できますよ。危なかったらできますよ。こういう意識。後ろも同じ。いつでも攻撃できる。いつでも反応できる。はい、そういうイメージで、はい、それから最後しっかりこの拳の後ろにちょっと体を隠すようにして。今の構え、はい、じゃあこれがこうなってこうでこうですね。で、もうちょっとこれいろいろあるんですけど、もうちょっとだけこう腰をこう引いて、で腹圧をグッとこう、そうで手の後ろにスッと隠すイメージです。そうそうそう。これでどうかな。近くない。心が深くなる。そう。ほんで全然体そんな1センチも動いてないんだけど、すごくやりにくくなる。でこれをやっぱり自然にできるようにやっぱり徹底してまずできるようにすると、はい、ピーンって伸びてるのが普通の状態になってると、鼻こうね、こうやってこう初心者の人わかんないこうなる人が多いんですけど、こうなってると行くぞってだけに準備してからこうするなっちゃうんですよね。なんで常に持ったら合わせる、隙があれば行くぞってこうね、足の準備もこう必要ですね。はい、目付けもこういうのちょっとずれてる。はい、まっすぐでちょっと上にちょっと下でちょうどまっすぐ入れる。はい、そうですね。このぐらいでしょう。はい、これで、はい、体をセットしてでちょっと自由に動いてこの感覚で出返りしたりすると、一番最初のこう構えてからやると全然これだけで印象が違います。であと、自分の経験上っていうかいろんな選手を見てた経験上、構えが変な人でめちゃくちゃすごく強い人見たことない世界とかでちょっと特殊な例もあるんだけど、構え綺麗な構えしてるなと思ってバランス取れてるなっていう選手ですげえ弱いっていうのも見たことない綺麗な構えをしてて、でもなかなかちょっと勝ち上がれないっていうのはまた違うところに次の課題があるけど、多分そんなにその人が克服するの難しくないで、構えちょっと適当だけど結構取れるっていうのはリーチがあったりスピードがあったりとか、そういうところで勝ってるんで、最後の最後うまいやつだったら必ずこういうところが弱点になって戻らないんだよ、絶対に戻らないとそこで止まっちゃうかなっていう。で多分上級者の人なんかは意識すればできます、これ間違いない、なんだけど、それがじゃあ勝負を始めた時にできるようにするにはやっぱり時間が必要なんで、練習量と時間が必要なんで、必ずやるだけで全部のものがそこは出されるかなっていうふうに思って、ぜひやってみてください。はい、ありがとうございました。はい、ということで今回は井上先生に組手につながる本質的な内容をお伝えしていただきました。結構構え始めて動き始めてからの話とか、テクニックっていうのはよく聞くんですけど、それに至る前のそもそも構える前の話とかっていうのは誰でも意識できますし、むしろそこから見つめ直すことで伸び悩んでる方とか、行き詰まってる方はヒントになるし、僕たちも含めてみんな勉強になった回になったんじゃないかなと思います。はい、ということで今回は以上にしたいと思います。非東海の YouTube チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。自分の体にここ足がついてる。そう。ここに壁を作って、そう。